のささやきの朗読やあの夜以来、私は勤務が終わるたびに、更衣室の鏡を必ず確認するようになった。それまでは夜勤明けはただ早く帰りたいだけだった。衣服を脱ぎ、私服に着替え、外の空気を吸う。それだけで仕事は終わったと思えていた。あの日も夜勤自体は特別なことはなかった。急変もなく、ナースコールも少なめ。少し疲れはしたが、穏やかな夜だったはずだった。更衣室に入り、白衣のボタンに手をかけたとき、違和感を覚えた。ボタンが外れなかった。引っかかっているわけでもない。糸が絡んでいるわけでもない。ただ指がうまく動かないんだ。もう一度意識をしてボタンを外そうとした。それでも感覚が鈍くなっていて、まるで自分の手ではないみたいだった。鏡を見ると顔色が妙に悪い。夜勤明けだからと、そう自分に言い聞かせた。だが鏡の中の白衣はなぜか私の体に妙に馴染みすぎているようにそう見えたんだ。布が体の輪郭に沿って張り付くような嫌な感覚。私はその時早く着替えなければ、そう思ってしまった。理由はわからない。ただこのまま白衣を着ていると何かが起こる気がしたんだ。ボタンを外すのを諦め、白衣を上から脱ごうとした。だが肩で止まる。無理に引っ張ると布が肌に吸い付くように重くなった。更衣室には私一人のはずだった。それなのに背後で誰かが立った気配がした。鏡越しに白い影が揺れる。振り向かなかった。振り向いてはいけないと直感が告げていたんだ。代わりに鏡を見続けた。そこには白衣を着た私が映っている。ただ一つおかしい点があった。鏡の中の私はまだ帰るつもりがない顔をしていたんだ。勤務中の無表情で感情を切り離したままの顔。その表情がじっと私を見返している。更衣室の時計を見た。秒針が動いていなかった。その時背中に誰かの手が触れた。押されるようでもなく、掴まれるでもなく、ただそこにあるだけの感触。私は声を出せなかった。代わりに頭の中ではっきりとした考えが浮かんだんだ。まだ帰る時間じゃない。気がついたとき、私はナースステーションに立っていた。白衣を着たまま。私服に着替えた記憶はどこにもなかった。周囲を見ると病棟は夜のままだった。
消灯後の静けさ。勤務終了の時間はとっくに過ぎているはずなのに。その時、先輩が不思議そうな顔で声をかけてきた。どうしたの？もう一回夜勤に入るの？その言葉で背中が冷えた。私はもう終わりました。そう言おうとした。だが、喉が動かなかった。代わりに体が自然と動く。巡回ルートへ向かい、病室の前で立ち止まる。手は勝手にドアへと伸びていた。その瞬間、先輩が私の腕を強く掴んだ。次の瞬間、視界が白く弾け、気がつくと私は更衣室に倒れていた。白衣は床に脱ぎ捨てられていた。それ以来私は夜勤明けに必ず私服に着替えられているかを確認する。白衣を着たまま病棟に立っていないか。なぜならこの病院には帰らずに働き続けている看護師がいると皆が知っているからだ。そして白衣を脱ぎ損ねた人間は区別がつかなくなる。どちらが今も勤務中なのか。最初にこの家へ入った日は、今でも思い返すだけで胸の奥がざわつく。夜逃げの痕跡が残る家は珍しくないが、この家だけは空気が濁っていた。湿気でも埃でもない。天井の方から重さが降ってくるような感じがした。照明のスイッチを入れると、薄暗いオレンジの光が部屋全体を照らした。家具は最低限だけ残っていて、散らかっていないのに人が消えた後の妙な静けさがある。音のない部屋というより、音を吸われているような空気だった。管理会社の担当に聞けば、家族は夜のうちに姿を消したという。荷物を少しだけ持ち出して、残りはそのまま。トラブルはなく、借金もなく、理由はわからないまま。ただ2階の部屋だけは使っていなかったとだけ伝えられた。俺はその2階が気になって仕方なかった。階段を上がると少しずつ匂いが変わる。古い木材が湿った匂いはあるが、それだけではない。人が長い間閉じこもっていた時に残るこもった体温の匂いに似ていた。2階の廊下は細く、奥に一つだけ扉がある。ノブを握ると想像以上に冷たかった。家の中でここだけ温度が違う。扉を開けた瞬間、ゾッとした。部屋の形そのものは普通だった。ベッドはなく、棚が一つあるだけだった。物が少ないのに天井だけが異様に低く見えた。構造ではなく見え方が低い。ライトを天井に向ける。木目は普通、継ぎ目も問題ない。なのに
中心だけが影のように濃くなっている。光が当たっているのにそこだけ沈んで見える。嫌な気配が喉の奥に引っかかった。理由はわからない。ただその濃い部分から目をそらせなかった。片付けを始めようと棚の上を拭いたとき、ふと気配が変わった。背中側で空気がわずかに揺れる。風ではない。揺れでもない。それは視線だった。振り向くつもりなんてなかった。だが視線が勝手に上へ吸い寄せられた。見た瞬間、息が止まった。天井の濃い影の中央に丸い形が沈むように浮いていた。最初は天井の模様かと思った。だが違う。目のような二つのくぼみがこちらの位置を正確に捉えていたんだ。鼻に見える影、口に見える線、それらが天井に張り付いたままはっきりと顔になっていた。動かない。音もない。だが確かに生きている。その顔の視線が自分の足元へゆっくりと滑った。まるで降りる場所を探しているように。次の瞬間、天井材がわずかに膨らんだ。呼吸をするように上下したんだ。その膨らみの中央で天井の顔がほんの少しだけ笑った。翌日、再び2階の部屋に入ると空気が変わっていた。昨日より冷たい。ただの気温ではない。体の内側まで冷えていくようなゆっくりと沈む冷たさだった。ライトをつけると天井の顔は消えていた。目のくぼみも口の線も何もない。ただの天井板にしか見えない。だが部屋の中央に立つと胸の奥がざわついた。見えていないだけであれはまだ上にいる。そんな確信の方が強かった。試しに視線をそらしながらそっと天井を見上げた。昨日の位置、中心より少し左。そこだけわずかに色が違う。他より暗い。光が当たっているのに沈んでいる。近づくと床がかすかにきしんだ。音ではなく振動。誰かが天井の裏側を歩いているような細い揺れだった。部屋の天井裏に人が入れる隙間はない。物理的に無理だ。それでも確かに上にいる。棚の位置をずらそうとして触れた瞬間、嫌なことに気づいた。天井の中心を見上げる角度になると空気がわずかに重くなる。その範囲は丸い。まるで見えない円が描かれているようだった。円の中心が昨日顔があった場所。視線が自然にそこへ引き返ってしまう。見てはいけないと思いながら視線が勝手に吸い上げられる。そして見えてしまった。昨日消えたはずの顔が
天井の木目の間に薄くにじんでいた。輪郭は浅い。目の部分だけ暗い二つの穴。昨日よりわずかに大きい。顔が見える位置に立つと胸の奥が圧迫される。壁や床は普通なのに、その場所だけ空気が粘っていた。一歩後ろへ下がると顔は消える。一歩前に進むとまた浮かぶ。まるでここに立てと言われているようだった。試しに棚の位置を変えてみる。足音が響くたびに天井の暗い部分がわずかに揺れる。呼吸ではない。こちらの動きを上から追ってきているような動きだ。嫌なものが胸の奥で硬くなった。昨日は見られていた。今日は探されている。2階の窓を開けようとしたとき、背後で天井がかすかになった。コンと小さな音。だが明らかに木材を叩く指の音だった。8秒後にまた鳴った。部屋の中心、真上から。その音が3度目に鳴ったとき、天井板の位置がわずかに膨らんだ。丸く人の顔が押し付けられたように。昨日より深く、昨日より近い。そして昨日より出たがっている。顔はまだ笑っていない。ただ目に当たる影が昨日よりも濃くなっている。こちらを捉える気配が強くなっている。ライトを当てると天井材の継ぎ目が細く割れた。割れ目の隙間から黒いものが見えた。影ではない。丸く濡れた瞳のような形。その瞬間、わかった。天井の裏側にいるのではない。裏側の空間を通っているのではない。天井そのものの中にいるんだ。そしてその層は昨日よりも薄くなっている。次に来るとき、あれはもう天井に張り付いてはいない。部屋の空気に触れているんだ。3日目、2階へ上がる階段の途中ですでに違和感があった。一段踏み出すごとに視線が自然と上へ惹かれる。天井を見上げる癖が体に染みついていた。部屋の扉を開ける。入った瞬間、天井が近い。昨日より確実に低くなっている。構造は何も変わっていないのに、圧だけが増していた。ライトをつけるとすぐに分かった。天井の中央が明らかに膨らんでいる。丸い人の頭が裏から押し当てられている形だった。昨日まで見えていた顔の輪郭はない。目も口もまだ浮いていない。代わりに天井板の木目が引き伸ばされ歪んでいる。内側から押されている証拠だった。近づくと空気が変わる。冷たさではない。重さだ。肩に何かを
乗せられたような圧迫感。床の中央に立った瞬間、天井がわずかに沈んだ。沈むというより垂れ下がる。幕のようにゆっくりと。反射的に一歩下がった。すると沈みも一緒に動いた。俺の位置に合わせて真上を追ってくる。逃げ場がなくなっていた。そう理解したとき、天井の中心に線が入った。細い亀裂。だが木が割れる線ではない。皮膚が引き裂かれる直前の薄い裂け目に似ていた。亀裂の内側がわずかに黒ずむ。影ではない。奥行きだ。次の瞬間、そこから丸いものが押し出された。額だった。皮膚の質感が天井材とは明らかに違う。続いて目の位置に当たる部分だけが盛り上がった。だがまだ開かない。閉じたままのまぶたの形だけがくっきりと浮いている。息が詰まった。視線を外したいのに外せないんだ。額の下に鼻筋が現れた。さらにその下に口の線。昨日見た顔と同じ形。だが今度は天井の中ではない。天井から垂れ下がっている。首の位置に当たる部分が細く伸び、そこから先がまだ天井の中へと続いているのがわかる。顔だけが先に出てきている。その顔がゆっくりと目を開いた。白目がなく黒一色。光を反射しない穴のような目。視線が合った瞬間、足元がふらついた。顔がほんの少しだけ動いた。左右ではない。上下に確かめるように。降りる距離を測っている。天井の裂け目がさらに広がり、首の下に肩の形が浮いた。そこまで見えたとき、はっきりと理解した。この家で夜逃げをしたのは家族だけではない。上に置いてきた何かが今になって降りてこようとしている。天井から垂れた顔が俺の真上で止まった。そしてあとは落ちるだけの位置だった。天井から垂れ下がった顔は俺の真上で止まっていた。目は黒い穴のようで光を返さない。見られているというより覗かれている感覚に近かった。動けなかった。逃げようと後ろに体を倒しても足が床に張り付いたように重くなる。だが視線だけが動く。どれだけ目をそらしても最後にはまた天井に吸い寄せられた。上の裂け目がゆっくりと広がった。肩が落ちてくる。続いて腕の形が天井の中でうごめく。体の線が天井材を押し出すように浮き、やがてその形がそのまま抜けるように現れた。音はない。ただ出てくる感触だけが空気を揺らしていた。
肩が完全に部屋へ降りると、天井の膨らみは止まった。代わりに顔がこちらへ傾いた。さっきまで上を向いていた首がゆっくりと垂れ下がる。不自然な角度のまま俺をまっすぐ覗き込んできた。その顔には表情がなかった。ただ穴のような目だけがこちらの位置に吸い付いていた。見た瞬間、肺が固まり息が止まる。そしてその顔が下へ降りてきた。まるで床へ触れたいかのようにじりじりと。部屋の空気が押され、影が引きつる。冷たさが額の上まで降りてきた。その時突然、肩に何かが触れた。冷たく湿っている。見なくてもわかる。天井から降りてきた腕が俺の肩に触れた。その瞬間、全身の力が抜けた。膝が崩れるように落ち、視界が揺れる。倒れた拍子に床を両手で押さえると、床板がわずかに沈んだ。沈む場所は俺の形そのもの。まるで最初からここに倒れると決まっていたようだった。そして天井の存在がさらに体を下ろしてくる。顔が目前まで降りてきた。吐息はない。気配だけが降りかかる。耳のすぐそばで空気がひどく重くなる。目の穴がすぐ目の前にあった。吸い込まれそうな深さだった。そこにはどんな光も映らない。次の瞬間、顔が床すれすれまで落ちたんだ。俺の視界いっぱいにその目が広がる。そして口が開いた。声はない。ただ暗闇だけがはっきりと見えた。その奥は天井ではなく、まるで上の空間そのものが続いているようだった。腕が肩から背中へ移り、じわりと押された。床が沈み始める。俺の体ごと形を変えるように沈んでいく。抜け道ではない。最初からそこへ落ちる穴があったかのように自然に沈む。顔がすぐ目の前に迫り、暗闇が視界を飲み込む直前に理解した。天井の顔はずっと家族を見ていたのではない。ずっと次に来る誰かを待っていたんだ。最後に視界が黒く染まる瞬間、天井の顔と同じ位置に俺の顔が浮かんだ。そして天井には今二つの顔がある。あの祭りの夜のことは今でも忘れられない。毎年海沿いの小さな神社で行われる夏祭り。海風に揺れる灯籠の明かりと鈴の音だけが響くどこか寂れた行事だった。その年は人手不足で片付けを手伝った。境内の
灯籠を回収して回るだけの簡単な作業のはずだった。夜もすっかり更け、海のざわつきが近くまで押し寄せてきていた。灯籠の明かりが揺れ、地面には濡れたような影が伸びていた。最後の一つは鳥居の手前、古い松の枝から下がった小さな釣り灯籠だった。近づくと妙なことに気づいた。灯籠の真下だけ砂が円形に濡れていた。雨なんて降っていない。海水が届く位置でもない。ポツンと夜の中でそこだけ誰かがずっと立っていたように湿っていたんだ。灯籠を外そうと手を伸ばした瞬間だ。その濡れ跡の中央に光を吸い込むような黒い影が浮かんできた。最初は影の形だけだった。だがゆっくりと輪郭が濃くなり、細く長い髪が肩あたりで揺れた。女の姿だった。顔はうつむいたまま動かない。ただ濡れた髪を握り、ゆっくりゆっくりと絞っている。ポタッポタッと水滴が砂に落ちる音が深夜の境内に不自然なほどはっきり響いた。絞り切った髪を再び両手で持ち上げてまた絞り始める。それはまるで終わらない作業のように。その時、灯籠の火が風もないのに大きく揺れた。影が地面に伸び、女の足元、そこに足はなかった。影だけが砂の上に沈み込むように揺れていた。思わず一歩後ずさると、女の指がピタリと止まった。濡れた髪を握ったまま、ゆっくりとこちらへ顔を向けようとした。その瞬間、灯籠の火がふっと消え、境内が闇に沈んだ。灯籠の火が消えた瞬間、境内は海鳴りの低い音だけが残った。暗闇の中で息を整えたが、さっきの濡れた気配だけが足元にまとわりついていた。慌てて鳥居の外に出ると、遠くの海面が月に照らされ、白くかすかに光っていた。しかし背後の神社は、まるで影そのものになったように沈んでいた。その時背後で砂をこするような音がした。歩く音ではない、濡れた髪を引きずるような湿った摩擦音だった。振り向けば闇があるだけなのに、音だけはゆっくりとこちらへと向かってくる。思わず駆け足で民家が並ぶ道へ出た。だが不思議なことに、どの家の明かりも一つもついていなかった。祭りの夜だというのに、まるで誰も住んでいない村のようだった。道の奥にひらりと白いものが落ちているのが見えた。近づくと、それは濡れた紙の束だった。触れなくてもわかる。ついさっき絞られたばかりの水気が残っており、砂に黒い筋を描いていた。その隣に足跡のような形が一つ。だが足ではなかった。水たまりのように見えて、形が瞬きのたびに微妙に変わる。影なのか水なのかわからない輪郭でじんわりと広がっていく。鳥居の方を振り返った。境内の闇の中心に白い何かが立っていた。それはさっき灯籠の下にいた女の影だ。顔は見えない。ただ肩から下の濡れた髪がゆっくりゆっくりと揺れている。その髪の先から垂れる水が砂に落ちるたびにポタッポタッと異様なほど響いた。
次の瞬間、女の影がふっと消えた。と思った直後、足元の砂が冷たく濡れた指で撫でられたように動いた。姿は見えないのに、確かに誰かがすぐそばにいる。息を潜めたその時、耳元で囁くように一つだけ聞こえてきた。返して。意味はわからない。ただ、その声は海から来たものではなく、灯籠の下で濡れた髪を絞っていたあの女のものだった。その声を聞いた瞬間、背中の奥がじわりと冷たくなった。返して？何を返せばいい？そう思ったが、考える前に足が勝手に神社へと向かっていた。鳥居の前まで戻ると、境内の中央だけがぼんやりと白く浮かんでいた。視線を凝らすと、そこには折れた釣り灯籠が落ちていた。影もないのに揺れ続ける刀身が地面に歪んだ影を落としていた。その影がゆっくりと立ち上がった。砂を押し分けるように姿が形作られ、灯籠の真下にまたあの女が現れた。顔は見えないまま濡れた髪だけが垂れ下がり、胸元からずっと海水を垂らしている。そして俺の方へ向けて髪を静かに持ち上げた。その髪の間から小さな細い紐のようなものが覗いていた。紐ではなかった。古いお守りだった。海水を吸って黒ずみ、ほとんど形を失っているが、糸の結び方だけは見覚えがあった。祭りの準備で、俺が鳥居の横の古い棚から、いらないだろうと思って捨てたものだった。女が持ち上げた髪の根元に、そのお守りが絡んでいた。そして囁いた。返して。その瞬間、地面に落ちていた紙の束が一気に動いた。砂の上を這うように伸びてきて、俺の足首に冷たい感触で絡みついた。逃げようとしたが、紙は生き物のように締め付けてくる。足が砂に沈むほど強く、海へ引きずろうとする力が働いた。女の髪から滴る海水が砂にポタポタ落ちるたびに足元の砂が沈んでいく。まるでそこだけ海底になったかのように。必死で足を振りほどいた瞬間、灯籠の残り火がパッと明るくなり、境内全体が一瞬だけ照らされた。その光の中で見えた。女の足元、影しかなかった場所に濡れた砂で形作られた顔が沈んでいた。波のように揺れながら沈んだ顔が口を開けていた。次の瞬間、灯籠の火は完全に消え、すべての影が音もなく崩れた。髪も、女の姿も、足元の砂の顔も、跡形もなく消えていた。ただ一つ足元に残っていた。それは、黒ずんだ古いお守り。俺が捨てたはずのそれだけが、濡れた砂の上に、ポツンと残されていた。潮風が吹き、お守りの紐が揺れた。その揺れはまるで、まだ俺の背後に誰かが立っているような、静かな気配をまとっていた。祭りの夜に、灯籠の下で髪を絞る女は、捨てられたものを探し続けているんだと、その時やっと理解した。あれは今から3年前の秋だった。
仕事の都合で夜遅くなり、そのまま帰るのが面倒になって、山道沿いの小さな道の駅で車中泊をすることにした。昼間は観光客も来るらしいが、その時間帯には自分の車しかなかった。駐車場は広いのに、街灯はまばらで、エンジンを切ると一気に周囲が沈黙する。俺はラジオを消し、エンジンキーを回した瞬間、妙なことに気づいた。静かすぎたんだ。山の中なら虫の音や風の音があるはずなのに、何も聞こえない。無音というより、音が吸い取られているような感覚だった。気味が悪くなり、もう一度エンジンをかけようかと思ったが、疲れの方が勝った。俺はシートを倒し、目を閉じる。だがしばらくして違和感に気づいた。車の外、何かが動いている気配があった。足音は聞こえない。ただ、車体のすぐ横をゆっくりと回っているような気配だけが続いていた。窓の外を見ようとしてやめた。なぜか見てはいけないと直感したからだ。それでも気配は消えなかった。フロントから助手席側、後部、そして運転座席側へ。一周、また一周。おかしいことは一人分ではないことだった。気配が重なる瞬間がある。まるで複数の何かが同じ軌道をなぞっているようだった。俺は耐えきれずスマホを取り出して時刻を見る。午前2時を少し過ぎたところで、画面の光が車内を照らした瞬間、外の気配がピタリと止まった。その代わり、今度は車のすぐ後ろに立たれている感じがした。俺は息を潜めたままエンジンキーに手を伸ばした。その時、バックミラーに黒い影が一つ映り込んだ。反射的に目を閉じた。次に目を開けた時、朝になっていた。何事もなかったかのように見えたが、車を降りた瞬間、足が止まった。タイヤの周囲に人の足跡が円を描くように残っていたんだ。一方向だけではない。何重にも何人分も。そして不思議なことに、その足跡は車の真後ろだけ一直線に立ち止まっていた。まるでエンジンを切った瞬間を待っていたかのように。足跡を見た瞬間、背中が泡立った。円を描くように残された跡は、明らかに人のものだった。獣の足ではない。靴底の溝まではっきりと残っている。それも一人分ではない。大小違う足跡が同じ距離を保ったまま車の周囲を何周もしている。ただ奇妙な点が一つあった。足跡の向きが
すべて内側を向いていた。車の外から来て回った形ではない。最初から車を囲むように配置されていたように見えた。嫌な想像が頭をよぎり、すぐに車に戻った。ドアを閉め、エンジンをかける。一発で始動したが、その瞬間、また昨日と同じ違和感が戻ってきた。音が消えた。エンジンの音は聞こえているのに、外界だけが切り取られたように静まり返る。サイドミラーを見ると、さっきまであった足跡が見えなくなっていた。俺は焦って窓を少しだけ開ける。冷たい空気が入り込んできたその直後だった。車の後ろでゆっくりと何かが立ち上がる気配がした。ミラーには映らない。振り向いても何も見えない。なのに確実に立ったと分かった。背の高さが変わる感覚。圧迫感がじわじわと車内に染み込んでくる。俺は耐えきれずアクセルを踏み込んだ。車は動き出すが、バックミラーの端で影が追いついてくるのが分かった。速度を上げても離れない。不意に後部座席の天井からミシッと小さな音がした。重みが屋根の上に乗った感触がある。ルームミラーに映ったのは車内ではなく、天井越しにこちらを覗き込む影だった。目があったと思った瞬間、エンジンが突然止まった。ヘッドライトもナビもすべて落ちる。完全な暗闇の中で耳元のすぐ後ろから息の音がした。それは吸う音でも吐く音でもない。数を数えるような一定の感覚だった。1、2、3。数え終わった瞬間、ドアノブがゆっくりと回された。力は入っていない。ただ逃げられているだけだった。逃げ場がないと思った瞬間、後部座席の天井がゆっくりと沈んだ。屋根の上にあった重みがそのまま車内に入り込んでくる感覚だった。声を出そうとして出なかった。息を吸うと喉の奥に冷たい空気がたまる。その時、不意にエンジンがかかった。誰もキーに触れていない。なのにセルが回り、ライトがついた。光が戻った瞬間、後部座席の気配も屋根の重みも一斉に消えた。俺は逃げるようにアクセルを踏み、そのまま山道を下った。家に着いた頃には空が白み始めていた。それから数日、あの夜のことを考えないようにして過ごしてはいたが、どうしても気になってしまい、もう一度あの道の駅を調べてみた。地元の古い掲示板に
短い書き込みが残っていた。昔あそこは仮の安置場所だった。山で見つかった人を一晩だけ置く場所。エンジンを切ると数を数えられる。その理由も書いてあった。あの場所では動かないものを見分けるために数を数えるんだと。呼吸があるか、反応があるか、まだ乗れるかどうか。そして最後にこう続いていた。エンジンがかかるのはまだ使えると判断された時だけ。それを読んだ直後、自分の車のドアロックが鳴った。1回、2回、3回。ドアの数より1回多く。今でもエンジンを切るたびにあの感覚で数を数えられている気がする。あのゲームのタイトル画面を見るだけで今でも指先が冷たくなる。中古ショップで買ったごく普通の家庭用ゲームだった。古い機種用で棚の一番下に無造作に積まれていたんだ。パッケージには目立った汚れはなく、説明書も揃っていた。値段も相場より少し安い程度で、危険を感じる要素は何もなかった。強いて言えば、データ初期化済みというシールがやけに雑に貼られていたことくらいだ。家に帰り、久しぶりに本体を起動してみた。起動画面、タイトルロゴ、問題なく進んだ。だが、初めからを選ぼうとして手が止まった。セーブデータが一つ残っていたんだ。名前は空欄。プレイ時間は表示されていない。それなのに、新コードだけが異様に進んでいたんだ。終盤、ほとんどクリア寸前の状態だった。俺は気味が悪くなり、データ削除を選んだ。確認画面が出る。本当に消去しますか？俺ははいを選んだ。一瞬画面が暗転し、すぐに戻った。だがセーブデータは消えていなかった。俺はもう一度、今度は本体設定から完全初期化を試みた。メモリを消去し、再起動。確認のため、もう一度ソフトを入れた。だが、残っていた。同じデータが同じ位置に何事もなかったかのように表示されていたんだ。気のせいだと思おうとした。古い機種だ。不具合の一つや二つ珍しくはない。だがカーソルを合わせた瞬間、背中に嫌な汗が流れた。プレイ時間が増えていたんだ。電源を切っていたはずの時間。触っても
いないはずの間。それでも数分だけ確実に伸びていた。俺はその夜仕方なく続きからを選んだ。ロード画面の後、見覚えのない場所に立っていた。だが画面に表示されたメッセージははっきりと覚えている。再開を確認しました。その瞬間、背後でコントローラーが小さく振動した。電源は入れていないはずだった。それから俺はゲームを触るのをやめた。テレビの電源を入れず、本体のコンセントも抜いた。ディスクもケースに戻し、棚の奥に押し込んだ。もう関わらなければいい。そう思っていた。だがその日の夜、スマートフォンに通知が入った。プレイ時間プラス12分。見覚えのない通知だった。このゲームに連動する機能なんてないはずだ。そもそも電源すら入っていない。見間違いだと思い端末を閉じた。翌朝出勤前に靴を履こうとして違和感に気づいた。左足の甲に薄く赤い跡があった。擦った覚えはない。だが形が妙に整っているんだ。それはコントローラーの十字キーによく似ていたんだ。その後、仕事中に些細な選択ミスが続いた。書類の提出先を間違え、連絡の順番を誤り、不要な一言で場の空気を壊した。だがどれも致命的ではない。選択肢を間違えた結果のようにはっきりした形で返ってきたんだ。帰宅後に嫌な予感を抑えきれず、棚の奥からゲームを取り出した。自動で続きからが選ばれた。画面の中のキャラクターは薄暗い部屋に立っていた。だがその部屋がどこか見覚えがある。配置、家具の位置、壁の傷。それはなんと俺の部屋だった。画面中央に選択肢が表示される。確認する。そのままにする。俺はコントローラーには触れていない。それなのに勝手にカーソルが動いたんだ。そのままにする。それが選ばれて決定音が鳴る。その瞬間、部屋の照明が一段階だけ暗くなった。理解した。このゲームは現実の選択を先に進めている。俺が操作していない時間も勝手に。消せない理由がはっきりしてきた。これはプレイを終わらせるためのゲームではない。俺は翌日、中古ショップに向かった。買った店ではない。少し離れた別の店舗だ。事情を説明し、ソフトを差し出す。店員は一瞬だけケースを見て、すぐに蓋を閉じた。初期化できませんでした。なぜわかったのか。聞く前に店員は小さく息を吐いた。
それ、消す側が決まっているんですよ。俺は意味がわからず言葉を待った。だがそれ以上は教えてもらえなかった。そして家に戻るとテレビが勝手についていたんだ。画面にはまたあのゲーム。タイトル画面は表示されず、直接選択肢だけが出ていたんだ。続ける。やめる。俺は震える指で電源を切ろうとした。だが画面が切り替わった。やめる場合、削除対象を選んでください。次の画面に移ったのはセーブデータの一覧だった。一つは例の空欄データ。もう一つは俺の名前。俺は理解した。消せなかったのはデータではない。順番だ。空欄のデータはもう使われている。次は俺。その夜、ゲーム機の電源は落ちた。それ以降は起動しなかった。中古ショップに持ち込んでも動作確認不可で返されるだけだった。だが選択肢は終わっていない。最近些細なことで判断が遅れるようになった。信号を渡るか、立ち止まるか、電話に出るか、出ないか。迷った瞬間、頭の奥であの決定音が鳴る。まだ消されていないだけだ。この話をすると必ずこう言われる。なんでその時エンジン切ったの？自分でも今なら同じことを言うと思う。でもあの時は切るのが当たり前だと思っていたんだ。あれは仕事帰りの夜だった。深夜に近く道は空いていた。ただ異様に静かだったのを覚えている。参道に入ったあたりで急にラジオが混戦した。音楽が途切れ、知らない声が一瞬だけ流れた。内容は聞き取れなかった。だが最後に聞こえた一言だけは妙にはっきりとしていたんだ。切るな。そう聞こえた。気のせいだと思った。山道ではよくある。そう自分に言い聞かせて走り続けた。しばらくすると前方に明かりが見えてきた。それは古いドライブインだった。看板はあるが文字はほとんど消えている。それでも建物の中だけは明るかった。腹は減っていなかった。ただそのまま通り過ぎるのがなぜか怖かったんだ。駐車場に入ると他の車は一台もない。車を止め何も考えずにエンジンを切った。その瞬間、あたりの音が
ごっそりと消えたんだ。風の音も虫の声もない。聞こえるのは自分の呼吸だけ。ドアを開けようとしたとき、さっきの声が頭の中でもう一度だけ再生された。だがもう遅かった。ドアに手をかけたまま少し迷った。だが今さら戻るのも変だと思い、そのまま車を降りた。地面に足をつけた瞬間、違和感があった。アスファルトの感触がやけに柔らかい。駐車場を見渡す。白線はあるが、ところどころ歪んでいる。まるで後から書き足したみたいだった。建物に近づくにつれ、自分の足音が遅れて聞こえてくる。一歩、半歩遅れて、もう一歩。入り口のガラス戸は最初から少し開いていた。触れてもいないのに勝手に音も立てず奥へ滑っていく。だが照明の色が外と同じだった。夜なのに夜の色をしていない。席は整然と並び、どのテーブルにも水と箸が置かれている。だが客はいない。それでも用意だけは全部終わっている。そんな感じだった。その時背後でコンと音がした。振り返ると駐車場の俺の車が見えた。エンジンは切っているはずなのに、メーターだけが薄く光っている。タコメーターの針がわずかに揺れていた。動いていないのに回っている。その瞬間、頭に浮かんだ。あの声は警告じゃなかった。つながっている間だけ守られていたんだ。俺は急にこの場所に長くいちゃいけないとそう思ってしまった。だが出口に向かおうとすると、店の奥で椅子を引く音がした。一つ、また一つ、誰もいない席から。音は規則正しかった。椅子が引かれ、床をすり、また引かれる。誰かが座る準備をしている音だった。店内を見る。さっきまで整然としていた席が少しずつ乱れている。椅子の向きが入り口の方へ揃えられていく。俺の方を向いて。喉が鳴った。逃げなきゃいけない。そう思った瞬間、背中側から声がした。先に止めましたよね。振り返るといつの間にかカウンターの内側に人が立っていたんだ。中年の男。表情が妙に平らだった。ここエンジンを切ってから入る決まりなんで。男はそれだけ言うと入り口を指さした。
だがそこにあるはずのガラス戸は壁に変わっていた。外の闇も駐車場も見えない。代わりに壁に貼られた紙が目に入った。手書きの注意書きだ。稼働中のままの入店は禁止。その紙の下に小さく文字が足されていた。止まった方はこちらで預かります。意味がすぐには理解できなかった。背後でまた椅子の音がする。今度はすぐ近くだ。男が静かに言った。もう一回切りましょうか。その瞬間、店内の照明が一斉に暗くなった。暗くなった店内で一つだけはっきりと見えるものがあった。壁の奥、本来あるはずのない位置にガラスがはめ込まれているんだ。外の駐車場だ。そこに俺の車が見えた。ヘッドライトは消えている。だがメーターだけが弱く光っている。タコメーターの針がゼロを少しだけ超えた位置で小刻みに震えていた。男がそのガラスの前に立った。切れてないですね。淡々とした声だった。まるで点検でもしているみたいに。その瞬間、店内の椅子が一斉に音を立てた。全部同じ方向に引かれる音。ガラス越しに見える車の中でハンドルが勝手に回った。エンジンの音はしない。それなのにメーターだけが反応している。男が俺の方を向いた。中と外が切れたら次はこっちが動きます。それで意味が分かった。エンジンを切ったとき、俺は外に戻る道を自分で閉じてしまったんだ。次に切れるのは俺の番だ。その瞬間、駐車場の車のメーターの明かりが完全に消えた。同時に背後の席で誰かが立ち上がる気配がした。気づいた時には俺は外にいた。朝だった。車はドライブインの前に止まっている。エンジンはかかりっぱなしだった。今もあの山道を通るときは絶対にエンジンを切らない。理由は一つだ。次に切った瞬間、今度こそ中と入れ替わってしまうんだ。同窓会が終わってからずっと引っかかっている顔があった。思い出そうとすると輪郭だけが先に浮かんで肝心な部分がスッと抜け落ちた。同窓会そのものは
ごく普通だった。駅前の居酒屋、貸し切りの二階座敷、名札をつけ、近況を話し、決まった流れで酒が回る。違和感を覚えたのは、開始をしてからしばらく経ってからだった。見覚えのない男がいつの間にか席に混じっていたんだ。年齢は同じくらい。服装も地味で派手な特徴は何もなかった。それなのに妙に馴染んでいる。誰かの隣に自然に座り、昔話の流れにも遅れずについてきた。最初は転校生だったか、途中入学だったか、そんな存在だと思い込もうとした。だが、どこを見ても名札がなかった。全員が首から下げている中で、その男だけが何もつけていなかったんだ。受付で配り忘れたのかと思い、幹事の方を見た。だが幹事はその男を一度も見ていないようだった。それでも誰かが声をかける。お、久しぶりだな。男は少しだけ笑ってうなずいた。名前は呼ばれない。自己紹介もなかった。それなのに誰も不思議に思っていなかったんだ。その時自分の中ではっきりとした疑問が浮かんだんだ。この人は本当にここに呼ばれていたんだろうか。酒が進むにつれて男の存在はさらに自然になっていった。誰かのグラスが開けばさっと気づいて店員を呼ぶ。昔の部活の話が出れば要点だけを押さえた相槌を打つ。まるでこの場の空気を覚えているかのようだった。それでも名前だけは出てこなかった。誰も彼をどう呼べばいいのか分かってすらいない。俺は試しに自分から話しかけてみた。久しぶりだな。すると男はほんの一瞬だけ視線を伏せた。そうだな。それだけだった。声も話し方もどこか聞き覚えがある。なのに誰なのかが思い出せないんだ。幹事が会計の確認でテーブルを回ってきた。人数を数えながら小さく首をかしげている。数が一人合わないそうだ。幹事の指が名簿の上を行き来する。そして男のいる席で止まった。幹事は男を見て、名簿を見て、もう一度男を見た。ごめん、君、名前なんだっけ？その問いかけに男は答えなかった。代わりに周囲の誰かがこう言った。何言ってんだよ。同じクラスだったろ？根拠のない断定。それなのに誰も否定しない。男は静かに立ち上がった。ごめん、俺先に出るね。それだけを告げて会場の出口へと向かった。止める人はいなかった。
その背中を見送りながら、自分は呼ばれていないのは誰なのかわからなくなっていた。男が出て行った後、会場の空気がわずかに緩んだ。誰も口には出さないが、どこかほっとした様子だった。会計が終わり、店を出る準備をする。その時、幹事がもう一度名簿を見返していた。おかしいなあ。小さくつぶやいた声が妙に耳に残った。最初からこの人数で合っているはずなんだ。指でなぞる名簿には男の名前はどこにもなかった。呼ばれてもいない。記録にも残ってはいない。それなのに確かにそこにいたんだ。店の外に出ると夜風が思った以上に冷たかった。数人と駅まで歩く。その途中、背後から足音が聞こえた。振り返ると少し離れた街灯の下に男が立っていた。さっき別れたはずの背中だった。声をかけようとした瞬間、男がこちらを見た。その顔を見て、ようやく思い出した。中学の卒業式の日、誰にも見送られず、一人で校門を出て行った生徒。存在はしていたのに、最初から数に入れられていなかった同級生。そして男は小さく口を動かした。やっと気づいたんか。次の瞬間、街灯が一斉に消えた。再び明かりが戻ったとき、そこに人影はなかった。翌日、同窓会の集合写真が共有された。人数は確かに合っている。ただ、写真の端に名札のない影が一つだけ残っていた。今でも山の中で急に静かになると、あの日のことを思い出す。音が消える前には必ず前触れがある。それを知ったのはかなり後になってからだった。その山に入ったのは何度目かの縦走の途中だった。特別な場所でも難所でもない。地元でもよく知られた山域で、危険な話も聞いたことはなかった。登り始めた時はいつも通りだった。鳥の声がして、足元では小さな虫が動いている。風もあり、空気は軽かった。異変は標高を上げてしばらくしてから起きた。気づいたら鳥の声がなくなっていたんだ。1羽や2羽ではない。全部だ。その代わりに自分たちの足音だけが目立つ。やけに大きく、やけに近い。休憩で立ち止まった瞬間、同行者の一人が小さく言った。なあ、静かすぎないか？その言葉で全員が同じことを
考えていたとわかった。風は吹いているのに葉が鳴らない。枝も揺れていない。まるで山全体がこちらの様子を伺っているようだった。この時点ではまだ引き返す理由にはならなかった。天候も安定している。体調も問題はない。ただ余計なことはするな。そう無言で言われている感覚だけがそこにあった。あの日の静けさは山が起こる直前の呼吸の止まった時間だった。尾根に出る少し手前で完全に音が消えた。風は感じるのに草も木も鳴らない。自分たちだけが場違いな存在になったようだった。足を止めると不安が膨らむ。歩いている方がまだ紛れる。誰も口に出さなかったが、全員が同じことを思っていた。ここは長居する場所ではない。そんな空気の中で同行者の一人が軽い調子で言った。なんかさ、山が機嫌悪そうだね。冗談のつもりだったんだと思う。実際笑いも含んでいた。だがその言葉が出た瞬間、空気が一段沈んだんだ。その直後、風が一気に吹き下ろした。木々が揺れ、枝がぶつかり合う音が一度だけ激しくなった。そしてまた静かになった。誰も笑わなかった。笑える雰囲気じゃなかったんだ。冗談を言った本人も口を閉ざしていた。そしてさらに悪いことが起きた。道の脇に転がっていた古い石だ。苔に覆われ、角が丸くなっている。別の同行者が、なんだこれ、邪魔だな。そう言って軽く蹴った。石は音も立てずに斜面を転がった。普通ならどこかで止まるはずだった。だがいつまで経ってもぶつかる音がしない。落ちきるまでの時間が明らかに長すぎたんだ。その瞬間、全員の足の裏に同時に嫌な振動が伝わった。山の中から今のは違う、そう言われた気がした。石を蹴ってから道の様子が明らかにおかしくなった。地図では緩やかなはずの登りが急に長く感じる。同じ景色が何度も繰り返される。歩いているのに進んでいない感覚があった。その時、先頭を歩いていた同行者が急に立ち止まった。道が途切れていた。だが正確には道はある。その先が山の中へ溶けているように見えたんだ。霧も出ていない。視界はある。それなのに進むべき方向がわからない。
全員が同時に理解した。このまま進めば戻れなくなる。誰からともなくさっき蹴った石の話になった。冗談を言った言葉も思い出された。そこで初めて全員が口を揃えて謝った。山に向かってではない。足元に向かって静かに短く。すると不思議なことが起きた。風が戻った。鳥の声が一羽だけ聞こえた。道がはっきりと姿を現した。俺たちは無言のまま、そのまま下山した。振り返る者はいなかった。下山後、全員が無事だった。怪我も体調不良もない。ただ一つ共通していたことがある。あの日以来、誰一人としてあの山に入ってはいない。山が起こった理由ははっきりしている。そして山が返してくれた理由も。まだ外に出すほどではないと判断されただけだ。あの男と最後に会った職場にはもう近づいていない。建物を見るだけで当時の空気を思い出してしまうからだ。そこは郊外にある中規模の工場だった。人手不足が常態化していて、現場は常に回っていなかった。俺は現場のまとめ役。下に数人、その中に問題の男がいた。年齢は俺より少し下。経験も浅い。だが一つだけ異様だった。指示を言葉そのまま覚えるんだ。融通が利かないというレベルではない。一字一句そのまま。最初は助かった。雑に投げた指示でも必ず実行される。ただ次第に違和感が出てきた。現場が忙しくなると、俺はよくこう言った。今日はこの流れで行こう。とりあえずこのやり方で。確認のつもりだった。約束なんて考えてもいない。だが男は必ず聞き返した。それは決定ですか？ある日、俺は面倒になってこう言った。そう、決定、約束でいいよ。その瞬間、男の表情が変わった。安心したような、それでいて何かを固定したような、そんな顔。今思えばあれが始まりだった。その日から男は一切臨機応変な動きをしなくなった。機械が止まっても、材料が遅れても、予定が狂っても、約束ですから。その一言で作業を続ける。やめろと言うと記録を見せてくる。
日付、時間、俺の署名。確かに書いてある。この方法で行く。変更はなし。周囲は言った。ちゃんとしてるじゃないですか。むしろ約束を守っているのはあの人だけですよ。気づいた時には俺の立場だけが妙に危うくなっていた。そして男はこう言った。約束は守りますよ。ずっと。その言葉を冗談だと受け取ったのは俺だけだった。それから現場の空気が変わった。誰かが判断を変えようとすると必ず男の名前が出る。高橋さんはこう約束してますよね。男は前に出ない。声を荒げることもない。ただ記録を示す。日報、作業指示書。俺が忙しさに紛れて適当に書いたメモ。そこには確かに決定、変更なしと残っていた。一つ一つは小さなことだ。だが積み重ねると逃げ場がなくなる。トラブルが起きたとき、責任は必ず俺に返ってくる。約束したのは誰か。それだけで話は終わる。俺は上司に相談をした。だが返ってきたのは冷たい言葉だった。守られてるだけだろ。約束をしたなら守るのが普通だ。俺に味方はいなかった。ある日、現場で事故寸前の出来事が起きた。機械の調子が明らかにおかしかった。止めようとした俺を男が遮った。止めるのは約束違反ですよ。周囲も迷っている。だが誰も男を否定できない。結局俺の判断で止めた。その瞬間、男は静かにこう言った。記録残しておきますね。俺はその日の夕方、上司から呼び出しをされた。どういうことだ？机の上には書類が並んでいた。事故を未然に防いだ記録と、約束を破った記録。評価をされたのは後者だった。男は一切俺を責めない。ただ約束を守り続ける。それだけで俺の立場は確実に削られていった。そして俺はようやく理解し始めていた。この復讐は終わらせない限りずっと続くと。俺は逃げ道を探した。だが逃げ道なんてどこにもなかった。配置換えを願い出ても記録が先に回る。移動の話が出ても男がついてくる。約束ですから。それだけで話が終わるんだ。
ある日、工場全体を巻き込むトラブルが起きた。工程の遅れ、納期のずれ、取引先からの苦情。原因は複合的だった。だが、最後に残ったのは一行の記録だった。この工程で進める。変更はなし。署名、俺。会議室で全員の視線が俺に集まった。男は一番端に座っていた。何も言わない。ただ、俺を見ている。上司が言った。お前、約束したんだろ。その瞬間、わかった。この現場にいる限り、俺はずっと約束をした人間だ。男はそれを一度も破らない。翌週、俺は退職届を提出した。誰も引き止めも理由確認もしてこなかった。ただ、男が近づいてきて静かにこう言った。これで約束は終わりですね。違う、終わっていない。俺がいなくなれば約束は守りきられたことになる。数ヶ月後、別の県で仕事を始めた。名前も職歴も必要最低限しか出さなかった。それでもある日、新しい現場で聞いた。前の職場、ちゃんとしてたって聞きましたよ。背中が冷えた。約束は人についてくる。守り続けた男は、今もどこかで誰かの言葉をそのまま抱えている。軽く言った一言が一生を縛る。それがあの男の復讐だった。冬キャンプに行く朝は決まって早い。夜明け前の山道はヘッドライトに照らされる範囲だけが現実で、それ以外は全部押しつぶしたような黒だった。その日もチェーンの音を気にしながら凍結しかけた一本道をゆっくりと登っていた。カーブを抜けた瞬間、ライトの端に人影が横切った。ブレーキを踏む。車体が一瞬横に揺れた。道の脇に親子が立っていた。母親とせいぜい小学校に上がるかどうかの子供だった。二人とも雪の残る山道には不相応な薄着だった。母親はコートを着ていない。子供も厚着をしていない。なんでこんな時間に、こんな場所で。そう思うより先に母親がこちらを見た。目が合った瞬間、言葉が出なくなった。驚いたとか怖かったとかではない。見てはいけないものを見たという感覚だけが胸の奥に沈んだんだ。母親は何も言わない。子供もこちらを見ているのに
瞬きすらしない。吐く息が白くならないのが、なぜかやけに目についた。クラクションを鳴らすべきだったのかもしれない。声をかけるべきだったのかもしれない。でも次の瞬間、ハンドルを握る手に力が入らなくなった。視線を外してもう一度前を向いたほんの一瞬で、二人はいなくなっていた。道路脇の雪は乱れていない。足跡もない。エンジンの音だけがやけに大きくて、耳鳴りのように響いていた。俺は何度も気のせいだと言い聞かせながら走り続けたが、バックミラーを見ることはなぜかできなかった。俺はそのままキャンプ場に向かった。この時はまだあれがついてきたなんて考えもしなかった。キャンプ場に着いたのは昼前だった。山道で見た親子のことは頭の片隅に引っかかってはいたが、日が昇るにつれて現実味が薄れていった。平日だったせいか利用者は少ない。管理棟で受付を済ませ、指定された区画へ向かう。設営場所は林の端だった。背後には背の高い木が並び、昼間でも影が濃かった。嫌な感じはしたが、風を避けられるのはありがたかった。テントを張り、焚き火の準備をしている間、何度か視線を感じた。振り返ると必ず木陰だ。人が立っているように見える瞬間があるが、目を凝らすと枝と影が重なっているだけだった。気にしすぎだと自分に言い聞かせる。行きの参道の出来事を無理やり思い出さないようにした。夕方、気温が一気に下がった。焚き火に火を入れると、パチパチと乾いた音が響く。火の向こう側、林の奥が暗く沈んで見えた。その時、はっきりと見えた。木陰に二つの影が並んで立っている。母親と子供。朝、山道で見たのと同じ並びだった。距離はある。声を出せば届かないこともないが、声をかけてはいけないと本能が拒んだ。二人は動かない。ただこちらを見ている。焚き火の火が揺れるたびに影が微妙に歪む。それでも位置は変わらない。瞬きをしても消えなかった。だがしばらくすると影はいつの間にか木に溶けるように消えていった。残ったのは冷え切った空気だけだった。俺はその夜、寝袋に入ってからも林の方が気になって仕方がなかった。風が吹くたびに木がきしむ。その音に混じって雪を踏むようなかすかな音が何度も聞こえた。だが俺はテントの外に出る勇気はなかった。代わりに耳を塞ぎ、
目を閉じた。朝になれば全部笑い話になる。そう思いながらいつの間にか眠りに落ちた。だがこの時点でもう逃げ場はなくなっていた。目が覚めたとき、違和感はすぐに分かった。寒さではない。体の内側が妙に重い。寝袋から出て立ち上がろうとした瞬間、左膝に力が入らなかった。踏み出した足が途中で止まり、そのまま前に崩れた。雪の上に膝をつく。鈍い衝撃があったはずなのに、痛みはなかった。代わりに関節の奥が冷え切った金属みたいに動かなかった。無理に立ち上がろうとすると、膝が決まった角度以上曲がらなかった。まるでそこに見えない視点があるみたいに。昨夜転んだ記憶はない。歩き回った覚えもない。それなのに膝だけが使われた跡みたいになっていた。撤収は諦め、這うようにして車まで戻った。運転中も痛みは不思議なほど出なかった。むしろキャンプ場を離れるにつれて、膝は少しずつ動くようになった。家に着いた頃にはほとんど普通に歩けていた。俺は安堵をして靴を脱いだその瞬間だった。膝がまた同じ角度で止まったんだ。今度ははっきりと分かった。自分の意志とは無関係にそこまでしか動かないんだ。俺はその日病院でレントゲンを取った。医師は首をかしげて画面を何度も見返した。骨も人体も損傷の跡がなかった。でもこの可動域制限は説明がつかない。その時急に思い出した。行きの山道で急ブレーキを踏んだ時のこと。ライトに照らされた親子の立ち位置。道路脇の少し下がった場所。母親の膝がわずかに曲がっていた角度。今動かなくなった自分の膝はそれと全く同じ角度で止まっていた。それ以来左膝は完全には戻っていない。寒くなると関節の奥が冷え、あの木陰の並びに頭が浮かぶ。もう冬キャンプには行けない。あの親子が次はどこで立っているのか考えたくもないからだ。そして今もあの山道を通ると無意識に膝がわずかに曲がる。まるで立ち止まる位置を思い出したみたいに。帰省した実家は以前と変わらず静かだった。俺は夕飯を済ませ、自分の部屋に戻る前に廊下に並ぶ襖の前を通った。仏間と続き間を仕切る古い襖で子供の頃から何度も見てきたものだ。そのうちの一枚が
妙な角度でずれていた。通常ならまっすぐ閉まっているはずなのに、上だけが数センチ開いている。まるで内部から誰かが押したような、そんな不自然な歪みだった。俺は指で襖を軽く押し戻した。ゆっくりと閉じる。そして俺は自室へと戻った。夜中、喉が渇いて台所へ行く途中、再びその襖の前を通った。すると、さっき戻したはずの襖が、今度は下だけずれていた。上は閉じているのに、下が数センチだけ開いている。まるで何かが地面に伏せた姿勢で中にいるような形に。ぞっとした俺は足早に飲み物を取って戻ろうとしたが、背後でスッとかすかな音がした。振り返ると、襖がまたゆっくりと元の位置に戻りつつあった。誰も触っていない。もちろん風もない。なのに襖は勝手に少しずつ歪んだ形からまっすぐへと戻っていく。見てはいけないものを見るような気がして、急いで部屋へと戻った。明け方近く、うとうとしていると、廊下の方からカタンと音がした。嫌な予感を抱えながら襖のところへ行くと、今度は左右の片側だけ、まるで何かの肩幅ほどの幅で開いていた。その幅は見覚えがあった。幼い頃に亡くなった親戚の子供。小柄だったあの子が通れるだけの幅。俺は固まったまま開いた襖を見つめ続けた。そして襖の奥の暗闇でほんの一瞬だけ何かが横を通る影の気配を感じた。襖の向こうを何かが横切ったような、そんな気配。気のせいだと自分に言い聞かせながらも、心臓の鼓動だけが異常に大きく響いていた。俺はそのまま朝まで眠れず、朝食の席で思い切って祖母に話してみた。昨日さ、襖が勝手にずれてたんだよ。上が開いたり、下が開いたり、なんか誰かが通ったみたいな、そんな幅で。祖母は箸を止め、ふーと深くため息をついた。見えたんだね。あれはあんたが子供の頃に一緒に遊んでくれたあの子だよ。胸の奥がひやりとした。幼くして亡くなった親戚の子供。その名前すら口にしづらい存在。なんで襖があんな風に？祖母はしばらく考え、静かに語り始めた。亡くなる少し前まで、あの子はね、よく仏間で遊んでいたの。かくれんぼの時、必ずあの襖の向こうに隠れる癖があってね。見つからないようにそっとずらすんだよ。上を少し、下を少し、今度は横を少し。
俺の背中に冷たいものが走った。昨夜のずれ方、その順番、全部幼い子が隙間から覗き込む時の動きそのものだった。祖母は続ける。帰ってくるとね、必ずあの子は襖を動かすの。ここにいるよって知らせるみたいに。でもね、亡くなった後、その動かし方が少し変わったんだよ。変わった？うん。生きている時は遊びの延長でずらす。でも今は探しているみたいにずらすんだよ。自分がどこにいるのかわからなくなってしまったあの子がね。祖母はそこで言葉を切り、仏間を見つめた。昨夜の幅、あれはあの子が最後に通った幅と同じ。覚えてしまっているんだろうね。体はないのに習慣だけが残ってしまったんだよ。朝の光の中、廊下を見ると、襖はまっすぐと閉まっていた。けれど、昨日までついていなかった薄い指の跡が木枠にそっと残っていた。まるでここに隠れようとしていたとでも言うように。あの夜のことを今でもはっきり覚えている。仕事の帰りで高速道路を使っていた。日付が変わる直前、疲れを感じて最寄りのサービスエリアに立ち寄った。それだけのよくある夜だった。当時はあれがおかしな出来事になるとは思っていなかった。駐車場はまばらで、トラックが数台、エンジンをかけたまま並んでいる。人の気配はあるが、会話は聞こえない。深夜特有の音だけが残った空気だった。トイレを済ませ、売店に寄ろうと建物へ入った。だが、入り口のシャッターはすでに降りていて、営業終了を知らせる紙が貼られていた。そのまま引き返そうとしたとき、視界の端に違和感が引っかかった。売店の横。本来、客が立ち入る場所ではない位置に、細い通路がある。その奥に扉が見えた。従業員専用だとすぐに分かった。金属製で、取っ手は内側についている。普通なら完全に閉まっているはずの扉だった。だがその扉はほんのわずかに開いていた。数センチ程度。人が通るには足りないが、暗闇を覗くには十分な隙間。中は照明が落ちているはずなのに、奥から薄い光が漏れていた。白熱灯とも蛍光灯とも違う、色の定まらない光だった。関係者以外立ち入り禁止、そう書かれた札がネジの緩んだ片側だけでぶら下がっている。その時点で引き返せばよかった。だがなぜか足が止まった。
夜のサービスエリアでは説明できない違和感が妙に現実味を帯びている。扉の向こうからかすかな音が聞こえた。カサリと。紙袋を動かしたような乾いた音だった。清掃員だと思いかけたが、床を磨く機械の音も足音も聞こえない。ただその音だけが一定の間隔で続いていた。俺は気がつけば扉の前まで近づいていた。隙間の向こう、そこに何があるのかはまだわからなかった。音はしなかった。重さを感じないほどあっさりと動く。隙間が広がり、奥の様子が見えた。そこは売店のバックヤードのはずだった。だが見えた光景は記憶にあるどの売店とも違っていた。通路が妙に長い。天井が低く、照明は等間隔に並んでいるが、明るさにムラがある。壁際には段ボールが積まれているが、印字されている商品名は読めない。文字が滲んでいるように見えた。一歩足を踏み入れた瞬間、足の裏に違和感が走った。床が冷たい。売店の裏とは思えないほどひんやりとしていた。振り返ると扉はまだ開いたままだった。入り口の向こうにサービスエリアの明かりが見える。それを確認して少し安心した。通路の奥から気配を感じる。人がいる。そう確信できるほどはっきりとした存在感だった。だが声をかけようとしてやめた。なぜかここで声を出してはいけない気がした。代わりに足音を立てないように進んだ。途中、壁に貼られた紙が目に入った。業務連絡のようだったが、日付がすべて同じだった。何年も前の日付で、どの紙も同じ日を指している。その先で通路は行き止まりになっていた。だが、行き止まりの壁にもう一つ扉があった。売店のものとは違う。非常口でも倉庫でもない。用途のわからない古い扉。その前に人影が立っていた。こちらに背を向けている。作業着のような服装だが、色が判別できない。呼びかける前にその人影がゆっくりと振り向いた。顔を見た瞬間、俺は理解した。この場所は売店の奥ではない。振り向いたその人影は目だけがこちらを見ていた。顔全体が影に沈んでいるわけではない。照明は当たっているのに輪郭だけが曖昧で、どこまでが顔なのかわからなかった。ただ目の位置だけが不自然にはっきりとしている。瞬間的に背中に冷たいものが走った。声を出そうとしても喉が動かない。人影は何も言わず、ただ立っている。
その背後にさらに扉があることに気がついた。同じような扉が奥へ奥へと続いている。売店の裏とは思えない構造だった。気づいた時には人影が一歩こちらへ近づいていた。距離が縮まるにつれ分かった。この人は動いているのではない。ここから出ていない。俺は反射的にきびすを返し、来た通路を走った。床の冷たさがさっきより強く感じる。最初の扉が見えた。だが開いているはずの扉は閉まっていた。取っ手を掴んだ瞬間、背後で音がした。カサリっていうあの音だ。俺は振り返らずに力任せに扉を引いた。次の瞬間、視界が切り替わった。気がつけば売店のシャッター前に立っていた。人の気配も音もない。外に出ると夜明けが近づいていた。俺は車に戻り、そのまま高速を降りた。後日、同じサービスエリアに立ち寄ったとき、売店の横を確認した。従業員用の扉はあった。だがその奥に通路はなかった。図面上もそんな構造は存在しないと聞かされた。ただ一つだけ引っかかることがある。あの時見た作業着。背中に小さく店名が刺繍されていた。その売店は一度だけ深夜の事故を理由に全面改装されている。